こんにちは。今回は、ホンダのシビックで新グレードが追加されたようなので、見てきました。それでは行きます。Now loading。外装から見ていきます。今回紹介するシビックは、2024年9月から追加された RS グレードですね。まず、ヘッドランプから見ていくと、ヘッドランプはボディ面に対して、少し凹ませて配置していて、一方、中央のハニカムグリルは、ボディ面に合わせ、マットな外観ですね。中見えを防止するために、グリル開口は最小限にしていました。なんだか、種付けした本物の蜂の巣みたいに見えてきました。ちなみに、ボディカラーは、クリスタルブラックパールなので、ラメ入りです。車両本体価格は419万8700円です。では、フロントサイドを見ていきます。この車両はボディカラーがブラックなので、タイヤともカラーが統一され、ホンダエンブレムが目立ちますね。ホイールアーチとリムはついていなく、ボディラインでタイヤを大きく見せています。こんなに真っ黒なのに、ボディラインはっきりと見えますね。タイヤに近づいて見てみると、タイヤのサイズは18インチで、235ミリ幅、扁平率は40%ですね。そして、ブレーキキャリパーは、車両前方に装着されています。そういえば、ナットの色もブラックになってますね。ホイールのスポークも細くてかっこいいです。男心をくすぐるデザインですね。ドアロアとの相性も良いですね。そして、リアタイヤも見ていくと、ホイールのデザインは、フロント同様で、黒ツヤのある外観ですね。ブレーキは、ディスク式で、ブレーキキャリパーは車両後方についています。タイヤのサイズは、フロントタイヤと同じで、タイヤ幅235ミリ、扁平率40%、18インチです。ブレーキキャリパーを見てみると、見たことない、針金がついている？一度ここで横からシビックを見てみると、結構エンジンルーム大きいですね。シビックの RS グレードのサイズは、全長4560ミリ、全幅1800ミリ、全高1410ミリです。そして、給油口は、ドライバー席と反対側についていて、給油口リットを開けると、こんな感じです。プッシュ式で給油口リットを開閉できるタイプで、しかも、中央にボディラインが来ているので、リットを押し込むときに、リット自体が変形しづらいんですよね。なので、開閉時の操作はしやすかったですね。フロントワイパーを見てみると、ウォッシャー液の噴射口がワイパー中央についています。ワイパーブレードにもウォッシャーホースが付けられていますね。そして、ドアミラーですが、ツヤありでブラック塗装されています。ほとんど樹脂むき出しのパーツがないのは好感が持てますね。リア側からドアサッシュを見てみると、ドアサッシュ周りはボディカラよりもさらに深みのあるブラックですね。ピッカピカに反射してます。一度このドアダッシュを見てしまうと頼み塗装ドアサッシュが気になってしまいますね。続いて、リアを見ていきます。ボディカラーのブラックとランプの赤の2色でまとまっていますね。グレード名である RS のロゴが赤字で入り、スポーツ感が出ていますね。リアコンビネーションランプは、中央まで伸びていて、なんと、ハイマウントストップランプは、ここについていました。エンブレムは、ランプを覆うことなく、別配置ですね。リアロアは、よく見るとソナーがついていて、液パイのフィニッシャーもボディ面に合わせるように組み付いています。バックドアを開閉スイッチ横には、リアカメラが一つついています。バックドアを開けると、開口はこんな感じです。セダンだけど、バックドアガラスも含めて、ラゲッジが開くのが特徴的ですね。ラゲッジ詳細を見ていきます。どこもかしこもブラックカラーですね。巻き取り式のカバーがついていて、ラゲッジスペースに置いたものが外から見えないようになっています。左側には巻き取り機構があり、右側に引っ掛ける構造でした。通常のトノカバーと異なり、ちょっとカバーする前後が短すぎたのかもしれませんね。ちなみに、正式名称は、カーゴエリアカバーというようです。実際に操作して使い心地がどんな感じか確認します。右側の取っ手は大きくて、掴みやすいです。ただ収納するとき、この取っ手部が前後にうまく合わないことがあり、少し調整が必要な時がありました。また、このスイッチというか、レバーみたいなものをスライドさせると、このカーゴエリアカバーを取り外せるようです。この時は、取り外せるなんて思いもしなかった。初見殺し。では、カバーを格納した状態でラゲッジを見ていきます。左側にはランプなどの小物部品はありませんでした。コンビニフックはありましたね。そして、右側を見てみると、暖色のバルブランプがついていました。さらにその下には、サブウーファーが横付けされていました。スピーカー配置からすると、7番の位置を今見ています。こんな大きな部品が内蔵されているようです。また、四隅を見てみると、
積載物を動かないようにするためのネットのフックがついています。そして、ラゲッジボードを見ていきます。ラゲッジボードは、薄そうな見た目で折り目がついていましたね。このように、山になります。ラゲッジボードの端末を引っ掛ける場所も設けられているので、ボードを山にしたまま、収納物の出し入れができます。収納スペースは、深さはあまりないですが、収納面積は大きいです。ボードは薄いと言いましたが、裏面にはプラスチックの補強材がついていて、頑丈な作りでしたし、防水効果もありますね。そして、前方の収納スペースは、小物を収納スペースみたいになっていて、くぼみがいくつかありますね。収納スペース全体を見てみるとこのようになります。改めて、このボードを閉じてみると、プラスチックボードを見たからか、頑丈そうに見えますね。そして、2列目シートを倒すと、荷室空間はこのように広がります。シートを倒す前からラゲッジスペースに、段差がありました。2列目シートを倒した際に、シート段差が生まれてしまうので、どうせ段差ができるなら、綺麗な段差にしようと考えて、ラゲッジに段差がついているのかもしれません。そして、2列目シートのシートストライカーがありましたが、前後に移動するほどの穴が開いていないので、シートリクライニング調整は、できなそうでした。バックドア裏面を見ると、大きなカバーが組み付いています。正直このカバーがあれば、巻き取り式の戸のカバーいらないような気もしますが、車内外両方ともに、ラゲッジスペースを隠す糸がありそうです。また、バックドアを閉めるための穴が左右両方にありました。実は、バックドア裏面にも、掴むための穴があります。では続いて、内装を見ていきます。フロントドアの外観はこんな感じです。上から順番に見ていくと、ドアのアッパーには、合皮がついていて、ブラックを基調としたデザインでした。ドアコーナー部には、特に何も設置されていないですね。次に、インナーハンドルを見ると、サテンメッキで加色されていて、手を引っ掛けやすいように取っ手の形状が大きめでした。四角いインナーハンドルは初めて見たかもしれないです。そして、ピアノブラックな見た目の加色がインナーハンドルよりも後ろに装着されています。同じ黒でも艶があるかないかで見た目がこんなにも変わるんですね。パワーウィンドウスイッチは、ストライプへのフィニッシャーがついていて、赤ラインが1本だけアクセントとして加えられていますね。さすがに、パワーウィンドウスイッチ部はストライプ絵ではなくてマットでした。スイッチの凹凸もあまりないですね。プルハンドルを見てみると、パワーウィンドウスイッチのフィニッシャーが流れ落ちるように伸びてきていることがわかりますね。アームレストは、パッド入りですね。しかも、結構脂肪も深いですね。ドアアームレストの合皮には、ボルドー色のステッチが2本縫製されていて、先ほど紹介したパワーウィンドウスイッチのフィニッシャーの赤いラインと同じようなアクセントの付け方ですね。そして、ドアロアを見ると、ドリンクホルダー周りは開口が大きめで飲み物収納しやすそう。縦に長いペットボトルでも楽々収納できそうな形状ですね。ドアスピーカーのグリルも大きくていいですね。続いて、シートを見ると、ブラックを基調とした合皮とファブリックのコンビシートになっていて、ステッチはドアアームレスと同様にボルドー色のステッチで統一されていました。差し色で赤があると、スポーツ感が感じられるので、男性からするとそそられるカラー配色なのではないでしょうか。そして、シート背面は、このようなスウェードみたいな見栄えになっていました。表面にドット絵の穴を開けていて、下地が白なので、白ドットですね。プライムスムースと呼ばれ、合皮の一種のようです。実際に触ってみると、しっとりしていて、高級感がありました。そして、シートの操作レバーを見てみると、こちらのシートは、パワーシートになっていることがわかりました。ランバーサポートはついていませんね。今触っているシートスイッチは、私がこれまで見てきた中で結構大きめですね。シートベルトバックルは根元が鉄製で、頑丈でした。そして、シートベルトは上下に移動させることができるタイプで、ここも全部ブラックですね。部品が目立たないように、内張りでカバーされているのも見た目いいですね。そして、スカーフプレート周りを見てみると、スタックプレートは結構細いですね。そして、ペダルはアルミペダルになっていました。そういえば、マニュアル車だった。次に、ステアリングを見ていきます。右側は運転支援系のスイッチで、ピアノブラックの加色がついていますね。また車速を調整するレバーだけでなくて、ダイヤルスイッチもありました。そして、ステアリングの左側のスイッチを見てみると、ナビゲーション用のスイッチがついています。右側と同じレバーとダイヤルスイッチがついていますね。アメリカで売られている左ハンドルの CIVIC でも、同じスイッチ配置になっていたので、販売する国によって、スイッチ配置を右左逆転させるために、
同じスイッチを採用しているわけではなさそうでした。ステアリングを握ってみると、本側巻きステアリングホイールではあるんですが、ピアノブラック加色が大きすぎて、本側は手の触れる部分ギリギリまでしか巻いていなかったですね。手が大きい人だと、この加色部分に手が触れて、指紋がついちゃいそうですね。また、この本側スムースレザーを採用しているので、触り心地は良かったです。ボルドーのステッチが差し色で入っていてかっこいいですね。バトルシフトはついていなくて、コンビスイッチがありました。そして、メーターディスプレイはフル液晶です。運転席右側にはベンチレーターがついていて、ピアノブラック化色されていました。ETC ユニットも運転席側ですね。スイッチはあまりなく、シンプルですね。そして、ボンネットを開けるためのレバーが、内張りについていました。続いて、インパネ上面を見てみます。まず、A ピラーですが、ブラックになっていて、表面を見てみると、網目のようなテクスチャーがついていて、天井の生地柄に似せていました。そして、A ピラーの根元には、坊主のオーナメントがついていて、この場所にツイーターがついていますね。坊主プレミアムサウンドシステムを選ぶと、12つのスピーカーが搭載されるようです。ナビゲーションの後ろを見てみると、一つスピーカーがついていることがわかります。インパネ上面はほとんど部品の分割線がなくて、すっきりした外観になっていましたね。そして、助手席の前には、ハニカム形状のグリルが横長に大きく組み込まれていて、ここにもボルドーが差し色で入っています。続いて、助手席側からインパネを見ていきたいと思います。先ほど紹介したベンチレーターのグリルを近くで見てみると、操作ノブはこのような棒状になっていて、全方向に動かすことができるようになっています。そして、その人のグローブボックスを見ていくと、ダンパーが仕込まれているので、ゆっくりと開いていきますね。ハッチバックなのにボックス形状で、しかも容量も大きめ。物の出し入れもしやすそうですし、照明がなくても収納物をパッと見れますね。グローボックスを閉めるときも、片手で簡単に閉めることができます。そして、コンソールを助手席側から見てみると、マニュアル車両なのでシフトレバーがユニークですね。中央によるナビゲーションは、9インチホンダコネクトディスプレイ、Google アシスタント、Google マップ、Google プレイも搭載されているようです。そして、先ほど紹介したベンチレーターの操作ノブが、中央にも2つ設定されていました。そのすぐ下には、エアコンのユニットが組み込まれていて、ダイヤルが3つ中央に横並びに配置されていました。ダイヤルの操作音は、操作してる感じがあっていいですね。そして、アイコンの表示がないですが、シートヒーターが運転席と助手席両方についています。さらにその下を見ると、12V の電源ソケット、タイプ C の端子が2つ装着されています。また、その下の収納部では、ワイヤレス充電もできるようになっています。そして、皆さんお待ちかねのシフトレバーですが、シフトパターンはこのようになっていて、右下がリバースですね。本側巻きアルミシフトノブで、ステッチはレッドステッチになっています。そのシフトレバーの右側には、ドライブモードのレバーがあり、電子制御パーキングブレーキとオートブレーキホールド機能もついていますね。そして、カップホルダーは縦並びに2つ配置されていて、ドリンクを固定するための突起もついていました。その後ろのコンソールですが、ドリンクホルダーに少し侵食されて、前方が U 形状になっていますが、中の収納スペースはどうなっているのでしょうか。なんとか限られたスペースで、収納スペース確保していますね。幸いにも収納深さはあるので、小物も問題なく収納できそう。そして、コンソールリットをよく見てみると、表面の脂肪が結構深いですよね。シビックの内装は、コンソールだけじゃなくて、全体的に脂肪が深いように思いました。特に RS は、スポーツ向けだから、日射の影響を減らそうとしているのかも。そして、シビックはオペラガラスもついているんですが、運転席からオペラガラスを見てみると、こんな感じですね。ハッチバックなので、まあこれくらいが限界ですね。続いて、リアの内装を見ていきます。こちらリアドアですが、フロントドアと少し内装違いますね。リアドアも上から順に見ていきましょう。リアドアだと、格子ついていないようですね。そのせいか、脂肪も少し深く見えますね。そして、こちらにツイーターがついていました。これもフロントドアにはありませんでしたね。公式サイトを調べてみると、スピーカーはこの位置に配置されているようです。今紹介したツイッターは、このスピーカーのことです。そして、インナーハンドルと先ほどのピアノブラック化色されたフィニッシャーが、フロントドア同様に装着されていて、ストライプへのフィニッシャーも同じデザインでついていますね。近くで見ると、カーボン繊維を編み込んだようにも見えるので、よりスポーツ感を感じられます。
そして、ドアアームレストですが、触ってみると、なんとリアドアもパッドが入っていて、柔らかくなっていました。そして、ドアロアについては、ペットボトル1本分入るぐらいの収納スペースがありました。そして、リアドアスピーカーもついていました。このタイプのスピーカーですね。続いて、リアシートを見ていきます。シートレバーはこの位置についていて、シートのブラックと同じ色にていますね。ヘッドレストはあまり大きくないので、上下調整が必要そうですね。近づいてみると、やっぱり脂肪が深めですね。そして、プライムスムースと呼ばれる合皮が、フロントシート同様についています。そして、シートの側部には、レッドステッチがありました。近くで見ると、表面の凹凸はよく見えますが、遠目で見てみると、プライムスムース部が柔らかく見え、少し深みのある黒なので、座面が沈み込んでいるようにも見えます。黒だけでここまで表現できるんですね。中央に格納されたコンソールも見てみます。カップホルダーが2つついていました。また、コンソールは、シートの座面に押し付け、肘を置いた時に、力をシート座面に逃がすようになっています。また、コンソールを展開しても、ラゲッジには繋がっていませんでした。収納しづらさはなかったです。足回りも見てみると、大きなスカーフプレートが、カーペットに沿うようについていて、実際に、指で押してみると、あまりたわまず、結構頑丈な作りでしたね。ここにちょっぴり段差がありますが、スカーフプレートの横幅を意識しての段差なのかもしれません。こんなところもこだわって作っているなんて。そして、前席コンソールの裏面も見てみると、もちろん、ベンチレーターはついていますが、それ以外は何もついていませんでした。いかがでしたでしょうか？ホンダのシビックって知人で所持している方が、2人いらっしゃるんですけど、非常に受けの良いかっこいい車で評判も良いです。そんな素晴らしい車を見ることができて感動しました。試乗する機会があれば、レポートしますね。それではまた。